皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。今日はですね、久しぶりにね、美術館に行ったお話をしたいなと思います。私の趣味の一つが美術館巡りなんですけれども、今日は今日は長野県にあるですね、山下清さんの作品だけを置いている常設美術館、放浪美術館というところに行ったお話をしたいと思います。山下清さんっていうね方、すごく有名な方なので、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、貼り絵のね作品をたくさん残されたという方で、とても有名です。これパンフレットなんですけど、花火が大好きだったそうで、長野県の諏訪湖の花火をよく作品に残されていたそうなんです。で、山下清さんっていう方、どんな方なのかっていうのを少しご紹介していきたいと思います。山下清さんは大正11年の3月10日にですね、東京の浅草区で生まれました。で、3歳の時に重い消化不良にかかって歩行困難となってしまいます。3ヶ月後に治るんですけれども、それから少しなまり始めるようになります。6歳の頃、浅草の石浜小学校に入学し、清は思い出の木にこの頃から字より絵を描くことが好きだったと書いています。そして10歳の時にお父様が亡くなられて、この頃から清の知能の遅れが目立ち始めます。周囲からの侮辱や嘲笑を受け、劣等感に苦しみ反抗的になっていきます。12歳の時に、お母さんが子供たちのためにね、再婚をするんですけれども、その再婚相手があまりいい方ではなかったみたいで、ちょっと引っ越すんですよね。で、近くの小学校、引っ越し先の近くのね小学校に編入するんですけども、またいじめを受けて、で、千葉県にあるですね養護施設である八幡学園というところに入園をします。で、ここで母の姓に戻って山下清という名になります。そして13歳の時に学園で作ったですね、ちぎり紙細工っていうのが清の貼り絵画家としての第一歩となったそうです。15歳の時には早稲田大学で園児たちの小展覧会が開かれて、大きな反響を呼びました。中でも清の貼り絵は他の園児に比べて群を抜き、見る人々を驚嘆させました。そして17歳の時に清の作品を中心とした得意児童作品集というのが発行されました。で、18歳になると清は11月に突然学園から姿を消します。この時からですね、約16年間にわたって放浪生活を送ったので、放浪美術館という名前がついているんですね。で、このね脱走というところを少し読みますけれども、八幡学園に入園してから6年目の秋、つまり18歳になった清は徴兵検査から逃れるためと学園の生活に飽き始めたために、風呂敷包みを一つ持って突然学園から姿を消しました。これが自然人山下清の長い放浪生活のスタートだった。目的地までの大半を徒歩で放浪する清の道しるべは汽車の線路であった。普通の道では迷ってしまうとなかなか目的地にたどり着かないが、線路をたどっていくとそこには必ず次の駅があるというのが清の知恵であったと。そして宿なんですけれども、放浪中は駅のベンチや神社の境内などを宿代わりにして、時には野宿をすることもあったそうです。そのため清は
気候の変化に応じて夏は涼しい信州、東北地方へ行き、冬は暖かい四国、九州地方へと、まるで渡り鳥のように旅を続けたと言われています。でそのね美術館の中にリュックサックも展示されてたんですけど、小さいねリュックサックなんですけど、その中に清は浴衣や下着などの着替えの他に茶碗、箸、シャボン、手ぬぐい、裁縫道具、など綺麗好きな清の必需品を詰めていたそうです。そして、ご飯ね、食事をどうしていたかというと、一軒一軒物乞いを続けていったそうなんですが、必ずですね1食につき、茶碗に3杯飯を食べると決めていたので、その目的が達成されるまで物乞いを続けていったそうなんです。ただ放浪後期になると清は画家としてとても有名になっていたので、宿泊とか食事のお礼に絵を描いてあげたりして、お金をね稼ぐってことも絵を売ったりしていたので、自分で稼いだお金で汽車に乗ったり弁当を買って食べたりっていうことがするようになっていたそうなんです。で放浪生活をですねいろいろと波乱万丈の放浪生活を送りながらもですね絵を描いていて、東京大丸で34歳の時に山下清作品展が開催をされました。そこでは記録的な入場者を集めて、全国から展覧会の希望が殺到し、数年先まで予約で埋まったそうです。作品は雑誌の表紙やカレンダーやポスターに掲載され、各出版物も版を重ねて清ブームというべき現象を見せるに至った。また精神科医の式場師の指導により、5月から陶磁器の絵付けとフェルトペンによる素描を始めると。なのでこの時から作品の幅を広げていったということですね。この精神科医の式場先生との出会いがかなり大きかったというふうに、言われています。でどんどんですねいろいろと作品が有名になっていくとともに人としても有名になっていって、35歳の時に映画裸の天才画家山下清が公開されて、36歳の時には映画裸の大将が公開をされたということなんだそうです。で有名になったので、それを機にですね旅行とか海外に行ったりとかそういったことをしています。38歳39歳の時ですね。そして琉球へ旅行した際には琉球の作品を制作をしたり、ヨーロッパ旅行に行った時には40数日間にわたって10カ国を回って、ヨーロッパの街並みをスケッチしてですね50点以上の作品を再開させたということだそうです。清が43歳の時に、先ほどの式場先生が亡くなられています。その後も絵を描き続けるんですけれども、49歳の時に、今年の花火見物はどこへ行こうかなとつぶやいた後に突然の脳出血に倒れて、そのまま天国の一人旅に出たということだそうです。で実際にですね絵を見て見た時よりも後からすごくじわじわと感動が溢れてきたっていう私の感想があります。で本当にねパッて見てもう本当に鮮やかで美しいなっていう色彩、すっごく綺麗な色なんですよね。でまた全て紙を貼ってるんだけれども、お札をねちぎっていたりとか色紙のあえて裏を使うことによって陰影を出したりとか、その紙の選び方がまた秀逸ですごく繊細なね作品なんだけれどもダイナミックにできていてっていう風に見えました。でこの作品はどれくらいの時間で描くんだろうと思って案内されてたね方に聞いてみたら3時間ぐらいでできたと思いますよっていうこと
でびっくり仰天でした。こんな細かい作業を3時間でやるということは休みなくもう常に手を動かしまくってね、それでも3時間で普通の人はできないだろうなっていうような、そんなことを見た時に、作品自体が素敵だ、人をほっとさせるような朗らかな絵だっていうのもあるんですけど、それ以上にやり続けるっていうのも本当に才能だなって思いましたね。これだけ没頭できて、これだけの数の作品を作り続けるっていうのは、没頭しないといけない、努力というよりは、好きでねからこそできることだなと思った時に、その没頭する、やり続ける好きなこと、そういうものも本当に才能だなというふうに思いました。昔私就職試験をね受ける時にその場にいた方に言われたんですけど、その好きだという気持ちは全員ね、全人類に与えられた最大で唯一の才能なんですよっていう言葉が未だに頭に残ってるんですけれども、そんな言葉も思い出しました。で、全体的に絵を見ていると、幼少期に、病にねかかっておそらくそれが原因なのか、ちょっと知能の遅れが見られて、いじめにもあって、で再婚相手のお父さんがまたひどい人だったようで手を挙げられたりね、ほんとかわいそうな話を聞いたんですけど、清さんの写真って大体笑ってないんですね。楽しそうじゃないんですけど、それはその再婚相手のお父さんが清が笑うたびに手を挙げたから笑うことができなくなったっていうような話を美術館の方に聞いたんですけども、そういうね辛い思いとか、たくさんしたと思います。で、放浪生活も、物乞いされてね嫌だなって思う人もたくさんいたと思うんです。普通にね怖いなって思って力洗いにしようっていう人もたくさんいたでしょうし、でそういう中で厳しい状況をね何度も経験された清さんなんですけれども、そういうものを一切感じさせない作品だったんですね。で、ゴッホとかピカソとか年代ごとに見ていくと荒れてるね時期とかがあるんですけど、清さんはもう一貫して朗らかな絵なんですね。子供の時に描いてであろうっていう作品もそうだし、その人の人柄って言ったらちょっと言葉が薄いけど、そこが彼の素晴らしいところで魅力なんだなっていうふうに感じましたね。ただ一つちょっと怖い絵があって、それが小さいね絵なんですけど、一つ目の鬼が海から顔を出してる、上半身まで出してる。でそれに向かって銃が放たれてるっていう絵がありました。それ以外はねほとんどね、ちょっと蛇が卵を食べてるとか、そういうちょっと怖いのはあったり、お化けがね描いてあったりとかあるんだけど、すごいね、一番ねちょっと怖いなっていうような絵が一つだけ私は目につきました。でそれは私の勝手な解釈だけど、一つ目、その視野をね狭く、この人は例えば手がないからこういう人だとか、足がないからこういう人だとか、その一つ目みたいに一つしか視点を持てないことがいかに悪なのかっていうことを言ってるのかなとかね、いろんな見方ができたり、いろんな世界を見たり、いろんな人を見たり、それでねいろんな価値観があって、いろんな人がいて、たくさんの目を持ってね見なきゃいけない、そういうことを言いたかったのかなとかね、私なりにいろいろ考えたこともあったんですけど、全体的にすごくあったかい感じがして、私がすごくね可愛いなって思ったのがお地蔵さんと清っていうね作品なんですけど、お地蔵さんがすごく大きいんですよ。すごく大きくて、子供清とその彼女が小さく描かれているんですけど、それくらいお地蔵さんの存在が大きかったのかなとかね考えたり、いろんなことを想像したりとかしましたけれども、本当に私は行けて本当に心が満たされました。こういう時間を定期的に作りたいななんて思ったんですけど、
最後にこのパンフレットですねに書いてある放浪美術館の案内、山下清さんに関することちょっと読ませて終わりにしたいと思います。読ませていただきます。放浪美術館は放浪の天才画家、裸の大将で知られる山下清が放浪中お世話になった方々へお礼に残した作品をはじめ、貼り絵作品を主体とし、各地の蔵元で制作した絵付け陶磁器やフェルトペンによる点画家、スケッチ作品などを集めた日本で初めての常設美術館です。諏訪と山下清の関係は諏訪湖の花火にあります。夏になると清は涼しい信州に幾度も訪れては大好きな諏訪湖の花火を見物していきました。ゆかりのある作品を地元に残したいと平成2年12月に放浪美術館が誕生しました。清の作品は優れた記憶力と観察力、見る人をハッとさせる鮮烈な色使い、黙々と作品を制作していく集中力にあります。貼り絵は貼り重ねることにより厚みと立体感を出し、細い線は小寄りにするなど清独自の技法が随所に見られます。これまでにも多くの人たちに感動を与え愛された画家山下清。障害というハンデを負いながらも戦中戦後の苦しい時代を自由奔放に放浪して生き抜くには幾多の苦難もあったことでしょう。見たままに感じたままに描く純真無垢な清の作品は今の時代私たちが忘れかけている大切なものを呼び覚ましてくれるものと思われます。ということでなんて言うんでしょうね、すごく綺麗なものを見たなっていう気持ちと、そう綺麗なものって思いましたね。綺麗で繊細なもの、今って結構服でも家具でもなんだろうな、結構安価じゃないですか。日本のデフレが止まらないっていうのもあるけど、何でもそれなりのものってすぐ手に入るんだけど、すごく繊細で堂々としている作品だったので、とてもね、なんだろうな、満たされました。すごくお腹いっぱいになったっていう感じがしましたね。また長野県の諏訪にあるんですけど、諏訪インターからほんとすぐ降りてすぐのところにあるんですけど、長野の空気がまた綺麗で、見渡す限りかっこいい山々に囲まれていて、その雰囲気ともすごくマッチしていて、すごくね、とてもファンが多い画家さんだとは思うんですけど、実際に生で見れてよかったなというふうに思ったし、疲れた時とかはまた行きたくなるようなところだなと思いました。ということで今夜はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。